世界で一番短い聖書の話の時間となりました。私はですね、クリスチャンになってから神様の愛とか恵みを受けてきたんですが、予想しないことが起こってきました。それはですね、人生が波乱万丈になっちゃったんですね。普通を起こり得ないようなことが次々と起こってきました。でその事柄があるので、しばらく、世界で一番短い聖書の話をですね、題名を変えてパウロ・アキモトのありえない話、これは全て事実なんですけども、それをお話をしたいと、こういうふうに思います。それで今日は、聖書の求めなさい、そうすれば与えられます、この箇所を通してお話をしたいと、こういうふうに思います。おそらく20年前だったと思うんですが、教会で北海道に行ったんですね。でちょうど冬で、そしてですね、稚内に行っていて、そして、我々の車は3台分かれて旭川に向かってました。そして、途中から高速に入ったんですね。そしてその高速に入った時に、その前後からですね、不安が来るんですね。そしてですね、神様が事故が起こるぞっていうことを警告されたんですね。で、私は何度かそういう警告を受けています。でその時にはですね、祈るんですね。まずそういう事故がないように祈るんですけども、大体事故が起こるんですね。しかし事故がないように祈るのとともにですね、誰も怪我しないようにって祈るんですね。でその時もそのように祈りました。で不安は募ってきたんですね。そして車は3台並んで夜の高速を走ってました。北海道の冬の夜の高速ですから、車通りがなくてですね、もうほとんど一本道を、走ってるっていう、そういうような感じだったんですね。そうしましたらですね、突然目の前に見えたところ20メートルぐらいの前でしょうかね、200キロぐらいの鹿がいたんですね。そして運転している方は名手だったのでですね、3台並んでましたから、急ブレーキかけたら追突で大変な事故になります。そしてハンドルを切ったら後ろがやられちゃいますね。でその方はですね、そのままアクセルを踏んだような感じがしましたけどもですね、鹿に向かっていったんですね。そして鹿と激突しました。それで激突したらですね、車の助手席の方が大破したんですね。そして鹿が飛んだんですね。そしてですね、落ちました。この時大変な事故が起こったわけですね。でどういう状況になったのかというと、助手席のところは大破してましたからですね、普通死亡となります。それから鹿が飛びましたからですね、後ろの車にぶつかったり、あるいは追突したりすることで大事故になるんですね。ところがですね、助手席に鹿が突っ込んできたんですけどもですね、飛んだんですね。ですから、助手席の中に入ってこなかったんですね。それとともにね、その飛んだ鹿がですね、次の車を飛び越してね、その後ろに落っこったんですね。その結果ですね、どうなったのかっていうとですね、助手席に座っていた私は無傷、そして後ろの車2台も無傷でした。警察が来て言うんですね、こういう場合必ず鹿はですね、フロントを破ってですね、助手席に入ってくると。でそうなったらどうなったのかというと、私は即死です。そして、後ろの車とも大変な状況になるわけですけどもですね、完全に守られたんですね。でぶつかったのでですね、保険も入ったとなったので、車はさらにいい車になって戻ってまいりました。この時祈りですね。普通だったら死亡事故になっていたところを特別な主の助けによって守られたということは非常に大きな祝福です。そして私はそのような体験をたく
さんしております。皆さんも神様に対して祈り始めるならば、神様の祈りの恵みを受けるでしょう。どうもありがとうございました。